はい。今回は幾何学パターンモーションということで、完成作例のこの、このトランジションで使われている一個一個の四角だったり、カット6、7でね、この周りで使われている、この、一個一個の四角形、これを幾何学パターンモーションと呼んでるんですけど、これの作り方をお伝えしていければなと思います。で、幾何学パターンモーション、これの特徴として、一定の動きをずっとしているっていう感じで、一個一個見てもらえばわかると思うんですけど、例えばね、これを見てもらうと、なんか規則的な同じ動きをしていると思います。こんな感じで、一定の動きをずっと繰り返すっていうのが、幾何学パターンモーションの特徴だと思います。これ仕組みとしてはね、一定の動きを、なんだろう、一定の動きを作って、それを映像としてなんかループしてるっていう感じです。で、そのループは、エクスプレッション、前の講義でね、ウィグルとか、ポスタライズタイムとか、なんかそのキーフレームというか、動きを制御する指示文みたいな、プログラミングみたいなのを使ったと思うんですけど、その中の、1個で、ループする、映像をループさせるエクスプレッションがあるので、それを使って、ずっとループしているように見えているという感じになります。で、これは一個一個、この一個一個の四角形が、コンポジション、正方形のコンポジションの中で作っているので、四角形、正方形になっているっていう感じですね。これちょっと一回具体的に見てみると、このね、ファイナルの中に05ループパターンっていうフォルダがあって、その中にね、今回6個ほど、このね、幾何学ループモーションを作ってて、で、僕はなんとなくこのタイル、幾何学パターンモーションのことをタイルとも呼んでるんですけど、多分これは僕が勝手に言ってるんですけど、基本的に YouTube とかで検索で引っかかるワードとしては、幾何学パターンモーションなのかなと思います。僕は勝手にタイルって呼んでるんで、コンポジションの名前タイルにしちゃってるんですけど、これね、6個作ってます。で、例えばこれ、1個目、タイル1っていうコンポジションだと、コンポジション自体は、これしかないんですけど、そのループを使って、なんかずっと同じような動きを繰り返すっていう感じになってます。他のね、コンポジションもこんな感じで、こんな感じになってますね。これ最初に戻るとループしてるみたいな。ちょっとこの1だけね、なんかループしてないように見えるんですけど、1は最終的にこうやって再生して、こうやって逆再生して、なんて言うんだろう。なんかインスタグラムのなんかストーリーのブーメランみたいな感じになるようにしてます。このタイル1だけね。2、3、4、5、6はなんかもうそのまま冒頭に戻るみたいなループの仕方ですね。はい。で、今回のこの幾何学パターンモーションに関しては、あの、この、このね、カラーコントロールっていう、塗るレイヤーがあるんですけど、ここの中の、このね、カラーコントロール1、2、3、4、5ってあるんですけど、ここで色を管理してます。これどういうことかっていうと、ここのね、色を変えると、その対応した部分が色変わるっていう、こういう感じ。はい、こうやって自由に変わってますよね。っていう、仕組みにしてます。で、これ、簡単に言っちゃうと、親子付け、カラーを親子付けしてるんですけど、このね、やり方についてちょっとこれもお伝えしていければなと思います。はい。ということで、じゃあまずは、えーコンポジションを、このタイル用のコンポジションを作っていきましょう。
はい、ということで、まずは、この一個一個の幾何学パターンモーションを作るためのコンポジションを作っていきましょう。コマンド N で新規コンポジション。で、じゃあタイル1としておきましょうかね。で、この解像度の部分、ここをウィッツ、横幅の部分を1080にしてください。こうすることによってこの高さと横幅がね、一緒になって正方形になるので、1080としてください。で、フレームレートそのまま。で、デュレーションが、まあ一旦なんとなく10秒とかでやりましょう。これは後々ね、調整できるんで、一旦10秒で作ります。はい。で、まずここにヌルを追加しましょう。右クリック、ニュー、ヌルオブジェクトでヌル追加します。これをカラーコントロールと名付けましょう。これね、わかりやすいように名付けました。で、ここに、コマンド5でエフェクトパネル開いてもらって、カラーコントロール。はい。カラーコントロールって調べると、エクスプレッションコントロールズの中にあるカラーコントロールっていうのが出てくるので、これを適用します。はい。で、これでね、ヌルの中に何やなんか色を変えられる、このプロパティが追加されたので、これをコマンド D で複製して5個にしましょう。で、ちょっとね、このカラーコントロール1、2、3、4、5になってるんで、なんかわかりやすいようにここもカラーコントロール1にします。はい。これカラーコントロール1、2、3、4、5になりました。で、ちょっとこの、ファイナルの方のタイル1いってもらって、ここのカラーコントロールからちょっと色をコピーしましょうか。一個一個、この色をコピーしてください。これ僕、コマンド C でね、一個一個コピーしてます。はい。コピーできました。はい。で、コピーできたんで、タイル1に戻ってもらって、もう一回ね、エフェクトコントロール開いてもらって、コマンドシフト T ですね。ファンド開いてもらって、これを一個一個コピーしていきましょう。で、これおすすめは、上から順に色を明るくするっていう。これ、なんとなくのおすすめです。はい、これでね、色をコピーしていきましょう。はい、できました。ちなみにね、このタイルの色が、タイルの色がというか配色を、このなんか黄色と黒と白を主に配色してるんですけど、これは意図としては、このコロソさんの黄色のイメージと、黒と、そうです。配色の意図としては、コロソさんの、なんか黄色と白と黒っていうのが、なんか僕の中のイメージであったので、それをね、配色に使ってますっていう感じで、黄色と黒、白をメインに配色してます。でね、ちなみに今回この白が FFFFFF の、真っ白、一番白になってるんですけど、で、これ、他のね、カットだと、この E5、E5、E5 にしてたと思うんですけど、なんか僕これだと、この黄色とちょっと色がね、色の境界が分かりづらいなってことで、今回は真っ白を使用してるっていう、そういった理由があります。はい。で、タイル1に戻ってもらって、はい、で、これでね、
カラーコントロール1から5を準備できました。で、これで例えば、こうやって適当に四角作ってもらって、このフィルを開いてください。このフィル開いて、このカラーね。四角形、長方形の中のカラー開いてもらって、で、今度はこっち、E でエフェクトを開いてもらって、これでね、こうやって開けるんですけど、このシェイプのカラーの、このね、親子付け、プロパティの親子付けを、こうやってポンってやると、これでカラーが親子付けできている状態になります。なので、こうやってね、色を変えると、こっちのカラーコントロールの方の色を変えると、色がついてきてくれるよっていう状態になります。はい。で、これをね、全部のシェイプの、フィルでやることによって、これね、全部でやってるので、まあ、どこのね、色を変えても、色が勝手にね、連動して変わってくれるよっていう状態になってます。